どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カブトガニのクローク係の職歴を持つサヤです。カブトガニクロークなんてあるんだ。やっぱね、カブトはいつもずっと被ってるの大変だから、あいつら脱ぐんだ。やっぱ脱いじゃうんだ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、出会いの季節が食べ頃。なんですか。人間が集まるとき、それが我らの捕食の頃よ。怖すぎんだろこのヤドカリたち、可愛い顔してはい、ということで今回こちらでございます。ウェモジ。はい、皆さんよく使うと思うんですよ。文章の最後につけたりとか、それこそ絵文字だけで送ったりとか。いや、そうね、にっこりマークとか。そうでしね、皆さんたくさんね絵文字を使ってるとは思うんですが、今回やっていく企画はこちら。デドディ。プロの医師がランダムに出てきた絵文字組み合わせてイラスト描ける説。春キャベツ様。崇拝してるはい、ということで今回ですね、絵文字をランダムに組み合わせる。どういうことかというと、例えばスマイルくんのね、スマイルの絵文字が出て、その次出たのが例えばじゃあ天使の絵文字とか、その次に出たのがさつまいも。すごいなでもそういうことがありえるわけです。そうですね、ランダムに3つ出てきた絵文字を使って、そこからキャラクターを妄想してキャラゼタをするという、そういうお絵描き対決やっていこうかなと。なんかこれ一時ツイッターでちょっとやってた方いましたね。ような気がするんですけど、リプでもらった絵文字で絵を描くみたいなね。で絵文字がランダムで出てくるスロットみたいのがあったらいいなと思ったんですよ、今回の企画やるときに。いや、そうね、こう誰の意思も入ってない感じね。そうなんです。そんなプログラムを作りたいと思ったんですが、さすがに今回ですね、プログラムを自力で僕たちが作るっていうのはできなくてですね、今回ちょっとスタッフさんにご協力いただきまして、こんなもん作りました。はい、こちらでございます。おや、絵文字がいるぞ。可愛いですよね。はい、絵文字、可愛い絵文字、こちらをですね作っていただきましたね。これスタート。ぐる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 って回ってストップ。アメリカ合衆国みたいな感じで、これで今からですねスロットを使って絵文字をランダムにたくさんね出てきたものを組み合わせるっていうお絵描き対決やっていきたいと思うんですが、ですがこちらじゃあどうやって作ったかと。誰が作った？なんかすごくない？だってもうあれじゃないですか、もう我々のさ、理想とするものが喉から手どころかもうなんか全身ずるって出てくる。気持ち悪いなそう喉からもう全身出てくるぐらい欲しかったものがここに出来上がってるんですが、こちら皆さんでも作れます。正直何やって今すぐに作るっていうのは無理かもしれないんですが、実は今回ですねこちらのご提供でございます。ドドン。身につくプログラム、略してミニプロ。ミニプロさんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力いただきました。こちらのねスロットマシンを作っていただきました。でただこれはめちゃくちゃ難しいことをしてるかというと、実はそうではないみたいで、こちらのミニプロっていうのがオンラインスクールでこうレッスンに分かれて、こういった形でプログラミングについて一から学ぶことができる、分かりやすく学ぶことができるオンラインスクールなんですけれども、ということでこの後もう少し中身は具体的にこの後お見せしようと思うんですけれども、まずはこちらですよ。せっかく作っていただいたんで。いやすごいわ。こちらをですね今から皆さん、夏目さんちがですね絵文字が出てきて、どんな絵文字が出ようとも組み合わせて一つのキャラにしなきゃいけない。我々はこれからこの笑顔に翻弄されていくというわけですね。そうですね。これは幸せの第一歩なのか、それとも地獄への第一歩だったのか。この時の我々はまだ知る由もないのであった。何も起きねえよそんなことはということで今から早速やっていくんだけど、じゃあ最初はジャブで2つにしようか。じゃあもう言っていいんですか？もういいっすよ。じゃあさやさんからいきます？いけ。さやさん1個目あらキスマークメモっといて。うるせえなメモっといてください。オッケー。じゃあいきますよ。うわ何になるかなマジで。ストップ。味噌汁。トンカチ？なんだ味噌汁じゃないのか。ないだろ味噌汁の絵文字なんてじゃあさやさん2個目いきますか。トンカチ。なんでだよ。トンカチ。さあロボット。ロボだけどロボじゃなかった。ロボだよじゃあ次僕2個目。トンカチと何？カエル？ゲーコ。
はい、1回戦目は僕がトンカチとカエル、せいさんがチュッポーとロボ。1回戦目からやばいっすね。やばいっすね、なんか。はい。さあということで1回戦目こちらでいきますよ。この絵文字を組み合わせてキャラクター化。よーいスロットどこ行くんねん飛ばすなよ。どうしようかな。このロボちゃんさ、可愛いな、このロボちゃん顔が。でもさやさん結構普通にロボット描いてるじゃんね。そうだよ。てかね、もう絵文字で出てきたあの子をまんまにしたい。なるほどね。顔可愛いからちょっと足してるけど。カエルの歌が聞こえてきたはずなのに、あの頃の世界を取り戻すために僕らは戦うわ。やめろよ思ってんな急に世界取り戻す RPG すんのやめろよはい、ということでまず第1回戦目トンカチとカエル、そしてチュッパとロボ。どういうことやんいきますせーのデドン。おー、これは何？高殴り少女カエル。違うよやめろよ仲良さそうだろこれはですねカエルの界隈のお家を建ててくれてる大工の女の子です。あーかわいい。幼い頃に、うんうん、カエルに助けられた記憶があるんです。まあでもこの子はカエルちゃんたちのためにお家を建ててあげる超カエル好きな女の子。そしてやがてカエルからの指示を得た女の子は軍勢を得て人間界に攻めてくるっていう話ですね。ワインで台無しじゃねえかよはい、おさゆさんの何これ。いやなんかとある研究所で人工的に作られた人魚ちゃんが、でもこの子が作られてた研究所が何者かによって攻め込まれ、何者かなんかこの研究室のなんか所長がこいつにもうこの子連れて逃げるんだっつって、そうこの二人の冒険がそして始まるみたいな。でも惚れっぽいからすぐに男の人見ると、私と恋しないみたいな感じでチュパ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 しちゃう。もうここのねガラスにチュパチュパしてる。そうそうそうチュパチュパチュパ。かわいい。じゃあこの研究所を攻め込んだのはこのカエルの軍勢とこの子ということです。もう始まってんじゃん侵略はね科学力手に入れようとしてるからね。やばい。科学力手に入れたカエル軍研究所から来るってことはそういうことだよね。そういうことだよ。人型になってしまうよどんどん。カエルの惑星ライジングゲコの惑星はい、ということで第2回戦でございます。いきましょう第2回戦。はい、で第2回戦は3体にするか3個の絵文字合成してみようか。いやそうよ。だってどんどん難しくしていかないと夏目さんちの直れって言われるよ。夏目さんちなんだと思ってんの？芸人。そうねはい、まあということでいきましょう、はい、じゃあまず僕からスタート。ストップ。ミミズミミ磁石難しいねこれは。むずいのきたな。次さやさん。じゃあさやさんいきましょう。はい。ちょっとワニじゃあ次僕2個目。何これ天使？エンジョー。ゲンさんの汚い心でこの可愛い笑顔は描けるのか。To be continue。やめろクジャクだ。なんか大丈夫？なんかサファリパークなんだけど。サファリパークなんだけど。さやさんだけサファリパークしてるけど大丈夫？じゃあ最後。なーに？目怖っ見つかしてくるよこの瞳は。いくわ最後、デドン。おじさん磁石と天使ってどうやってくっつくの？磁石と天使と目だよ。やば。まあ任せてくれよ。もう思いついちゃったから。嘘。もう思いついちゃったから。嘘強い、じゃあゲンさんのメガネ片っぽ割るぐらいがハンデか。なんでそんなハンデつけるんで急に。ゲンさんのメガネが割れた音が始まりの合図。やだよゲンさんが終わる音でそれ同時にゲンさんの終焉です。さあ行きましょう。じゃあ第2回戦目はこちら。はい、いきますよ。よーい。でもなんかこうちょっと可愛い系にしたいな。なんか深夜にさ5分ぐらいのアニメーションでやってる感じ。可愛い感じじゃないですか。本当に可愛いやつ。そう人参の頭っておしゃれだよね。なんか子供の頃から思ってた。人参って葉っぱだけはおしゃれだな。なんでそんなちょっとディスってんの？だって嫌いなんだ。やめてよ。弱い29になって人参があんま得意じゃないとかってみんなにバレたら恥ずかしいじゃん。もうバレバレだよ。でもゲンさんもじゃん。いやゲンさん人参食べれるよ普通に。裏切り者がいる。こいつを連れてけ。誰だ絶対連れてくやつじゃんそいつ。何があろうとも連れてくやつらじゃんそれ。はい、ということで第2回戦目磁石と天使と目玉。私がワニとクジャクと人参おじさん人参おじさんっていうか人参を、人参ね、はい、持ってるなんか農業っぽい人。はい、ということでいきます。せーのデドン。
天使ちゃんです。天使ちゃんなのにハイライトが入ってなくてゲンさんが好きそうな感じになってるこの天使ちゃん何をしてるかというと、うん、この子は今業務中です。人間救いやってんの？そうです。これは天界から人間界を除く大きな目です。うわその大きな目に向けてこの善悪のどちらの要素が強いかというものを引き寄せる磁石で、それでそこから引っ張って、そいつのどっちが多く吸い上げられたかによって、この後の処遇が決まるといった係をやっている女の子です。この天使ちゃんの秘密も徐々に明らかになっていくタイプの物語ですね。なんかゲンさん好きそうすぎて、ゲンさんの好きそうレベルが攻撃力だったら今さや ABC の中の BC まで倒したよ。A はギリギリ来たんだちょこっつって今1ぐらい残ってんだ何これかわいくない？ワニくん。そうこれは先ほど怪しげな研究所の話をしたじゃないですか、しましたね、彼らもまたそれらを一つで、繋がったよ。ワニと人間が合体してるっていう。合体してんのこれ？着ぐるみじゃないんだ。着ぐるみじゃない。さっきのさ、完全にデザインの方向性ゲンさんのこれと一緒なんだけど、この子もさだってさ、人間と魚を合体させられてる。そういうことか。キメラが作られている世界観なんだ。人間のキメラがつけられている。だけどその研究所は滅びたんで逃げ出してきてるわけですよ。こいつも逃げたんだ。そうでここ頭つながってるけど主人格2つあるから怖いよ。そう怖いじゃんそれ。だけど誰も傷つけないようにっていう協定を交わしたので主食人参にしてる。だけど寒かったから蒸した。傷ついてるやついるじゃん一人結構傷ついてるやついるじゃん。しかも大体羽無駄にされてんじゃねえかこれしか取っといてねえじゃん。全部蒸しといてということで3回戦目は5個の絵文字をただこの動画でリスナーさんの性癖ミックスした時は、10個まとめて別のキャラに分化したりしたでしょ。そうね。禁止ですそれ。そう今回は1個にしてください。あれやったら別に簡単だから、キャラ増やしちゃえばいいだけで、それになっちゃうと面白くないので必ず5個の絵文字の要素を混ぜた1キャラにしてください。そうだね。今回キャラクターを作るだからね。そうですよ。5個から作るんですから。いきます。スタート。でもいいかっこいい。じゃあ最後いくよ。フェアリーメインテーマが出てきたよ。こういうのはごっちゃごちゃになんだけどね。キノコ醤油バターじゃん。もう組み合わせが美味しいよね。もうサボテンでもこれはいいんじゃない？まだいけるよね。まだバチ切れしてんじゃんやば。いくわ。なんかさ、なんかさ、ずるい。美しくない？なんか情景が多すぎる。ね。いい笑顔。腹立つ顔してんだこいつ。泣いちゃった。泣き笑いだぞ。最後。うわ。出た。悪魔。ゲンさん、天使も悪魔も網羅しちゃって。なんかゲンさんなんか中二病御用達な感じのテーマを入れちゃって。ね。最後の一手決めます。バイク。決まってしまいました。決まってしまったけど、これはなんかいけそうな気もする。なんかね、ギリギリ。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ最終戦も今回は10分間で頑張っていきたいと思います。それでは運命の時です。皆様ご唱和ください。せーの。心が一つになりましたね。皆さんとやばい、作ったに5分以上かけてしまった。6分かかっちゃった。待って、横がやばいことになってるんだけどさ、絶対それオブニバスってるでしょ。それ絶対繋がってるでしょ。バレちゃった？バレちゃった。香ってきてるもんだって。2軒先の焼き魚の匂いが香るぐらい。嘘、めっちゃいい匂いじゃん。近所で嬉しくなるやつじゃん。そう。そこんち今日焼き魚なんだ、いいなーっつって。嬉しくなっちゃった。嬉しくなっちゃった。危ねえ、言わされるとこだった。危ねえ。それでは最終戦でございます。炎とキノコと激おこフェイスと月と悪魔。さやさん、フェアリー、サボテン、レインボー、なんか泣き笑いみたいなやつとスクーターです。いきます。せーの、ベドーン。てんこ盛りですね。てんこ盛りですよ。ちょっと予想してみて。でもね、絶対ね、さっきのね、天使ちゃんとね、対な気がするんだよな。この男のことだから。天使と来て悪魔と来たらもうこれはやるしかないっしょ。ゲヘヘっていうこの男の心の声が聞こえるぜ。この子。同じ人です。すいません。
また見て夏ね、これもうこの世界のさっきいろいろ無理くりつなげたでしょ、この世界の終わりです。これは終わっちゃったよ。もう人間は、ついにこの上からジャッジをしてる神の領域に人間は踏み込んだんですよ。科学者たちが。そういうことね。はい、この子は引きずり下ろされて、で全ての力が使えないようにこう特殊な拘束具で拘束されている、頭の上の天使の輪っかみたいなやつは割られたんだけど、それが角みたいになってる。ただ人間たちのいるところに適応したいわゆる天使みたいなやつらは別の能力が使えるようになると。その環境に適応して、それが引力、全てのもののこう引き寄せるっていうことができるようになるわけです。この子今これはこの子の引力で月持ってきてる。月持ってきてるでしょ、もう地球バイバイじゃん。地球バイバイです。バイ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 オーケーただのキノコですよ。その辺に生えてた何の体もございません。何の体もないですよ。引き寄せちゃったんだね。そうなんか、来ちゃったなんか可愛いよ。でもこれはもう全然違う世界線なので、さっきまでつなげてたんですけど、これも全然そうつながってないです。いやこの子は妖精の郵便屋さんみたいな、宅配屋さんみたいな子で、この郵便屋さんになると植物の力を借りた自分専用のスクーターみたいなのが、植物の力を借りれるんですね。そうだからタンポポとかだったらこうふわーってこうふわふわ飛べるしみたいな、まあそんな感じでこの子は初日、じゃあ自分のスクーターだっつって見てみたら、サボテンだったからチクチクになってしまって。乗れんやないかいっつって自分で、なるほどね、自分でこう押しながら飛んでるっていう。かわいい間抜けじゃん。そういや、まあということで終わりました。終わりました。最後一個にまとめんのめちゃめちゃむずいなね。いやーでも楽しかったな。楽しかった。ちょっともっと時間かけてここの最終戦をなんかデザインしてみたい気持ちもありつつ、まだ実際はモアイとかもっとやばいのいっぱいあるんで。いやもうね、ランダムスロットをお持ちでない方も、友達とねやばいやつ送り合って書いてみてください。嫌がらせじゃねえかただで。そんで今回ですね、このスロット改めましてプログラミングということでね作っていただいたんですけれども、じゃあこちらのですね、改めてプログラミングに興味のある方ぜひこの後チェックしていただきたいんですが、こちらでございます。何の準備もなくオンラインでプログラミングについて学べるオンラインスクールミニプロ、身につくプログラミングということで、皆さんも興味があっても分かんないという方結構いらっしゃると思うんですよね。分かりづらいというかすごいとっつきづらい、一人でやってると、どうしても分かんないということが出てきてしまうとは思うんですけど、ミニプロはですね学生さんでしたら無料で皆さん利用することができますし、動画や音楽で要点を学ぶことができると。実際ここにもほら例えばレッスン1、レッスンとかでこうやってやっていけば、こんな感じで要点を学んだりして実際に解いていく問題とかをね、どんどん問題を解き進めると実際にミニゲームみたいなプログラムで動かしたりとかもできると。いやなんかすごい難しいイメージあるけど、すごいね。今動画の分数2分とかなんだね。いやそう一個一個がすごい短くまとまってて、細かくこういう必要な要素についてまとめてくれてるというわけです。でミニプロで学べる言語っていうのがレッスン1からレッスン5にある JavaScript、で PHP レッスン1から PHP レッスン5まである PHP スクリプトをミニプロで学ぶことができるんですけども、これ全部動画でね分かりやすくなっているんですが、でこういう中にもアクティブコンテンツとかドリルっていうのがあって、例えば開いてみると実際このレッスンで学んだことを、例えばこの単元を選んでこういう風に決定ってやると if 文を使ってプログラミングしてみようっていうドリルを解くことができます。すぐに実践できるってやつですね。そうすぐに、こうやってドリルの形で実践ができます。で今回この問題っていうとこちらの問題ですね。社員区分 CD が0なら正社員と表示するプログラムを作ると。もう自動でここにこの区分をね、社員の区分のこの ID で正社員っていう風に表示されるようなプログラムをじゃあ作ってみましょうっていうことでやるんだけど、ここに実際こういう風にここ書き込むとこか。書き込むとこなんですよ。でプログラミングってやっぱり書き込むところとか用意したりとか、その環境構築っていうのがいろいろあるんですけど、そういう難しいことの準備もせずにこちらのミニプロの方で全部こういう練習問題で実際作ってみることができるので、で今回の場合ですね、ちょっと分かんないぞと、でも分かんない、そんな時は正解を見るって言って、もうすぐ答えも出てる。答えも出る。じゃあ例えばこの正解を見るで入れてみましょう。入りました。実行する。でこちら実行する。出た。ということで今この答えの通りに打ってみると実際こうやってできると。テス
と二郎が正社員になったぞ。はい、こういう風に分かんなくても正解を見ることができるし、であとはこれ誰かに聞くっていうこともできて、そうこれでここについてちょっと分かんないことがあるんですけどっていうのを実際にこのスタッフさんだったりとかこういう風に誰かに聞くっていうことができる。なので疑問点をそのままにしないで、実際に回答をしっかり得て勉強していくと、受け身だけじゃなくてしっかりこういう質問もできたりするっていうのがミニプロのいいとこです。そうオンラインだけどなんか距離が近い感じしますね。でもうさらにこのミニプロ内でいろんなねドリルとか練習問題が解けるっていうのと加えて、こちらアクティブトレーニングってやつではなんともう実際 EC サイトを作ってみようと、こういうログイン画面を作るとか、そうビギナーイージーノーマル、これ自分のレベルに合わせてこうやって選んで決定すると、そうするともう EC サイトを作るこういう練習問題もあるわけです。このログイン画面ですね。いわゆるこう皆さんがよく見慣れてるログイン画面とか、本当に今この時代のもの全部のものって基本的にプログラミングっていうものがもちろんあるわけですね。それに対する勉強を今後していきたいよっていう興味がある方、こちらのミニプロっていうサービス、学生さんとか特に無料で学べるので、興味ある方はまず一旦ね登録無料なので、このサービス全部本当にあれです、追加料金とかなしに全ての勉強をすることができるので、ぜひ興味ある方はやってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。そしてなじめさん家にまたスロットを作ってください。みんなに作らせるんだ。どれどれ緑のスロットをご用意いたしました。なんでみんなその絵文字をスロットするやつしか作ってくんないの。全部モアイしか出ないよ。明らかに調整されてんじゃん。悪意のあるプログラミングがされてるじゃん。さあということで書いていきましょう。ラストモアイは書いてかないんですけど、書かないのにカエルちゃんはなんでカエルちゃん書いてんの、さやさん。カエルちゃん書いちゃったんだ。どういうことだよ。自分の書いてよ。思わずカエルちゃん書いちゃったんだよね。何気に入ってくれたんすか。いやちょっとなんかしょうがないな、カエルちゃん書くかっつって、ね、なんでちょっと渋々なんで渋々ね、ちょっと自分好みのお姉さんにね書いちゃったんだけど、デザインは似てるけど、そう帽子はね、結構そのまんまね可愛いからね書いたんだけどね、なんかこう自然にこうしたらなんかちょっとセクシーめのお姉さんになっちゃって、ね、なんかちょっとなんでなんでしょうね。しかもちょっと明るいよね。いやそうなの、なんかこうちょっとトゥルトゥルスーツみたいなのね着せたいのと、あとねこのサンダルっぽいの可愛いなと思って。可愛いね、そのカエルサンダルね。そうかかと出てる、ちゃんとかかと出てんね、水めっちゃ入ってくるんですダメすぎるだろ。そしてトンカチはね、なんかすごく枝で作りました感出したかったね。水彩でなんか枝実出してますね、枝実。やっぱでゲンさんは天使ちゃんですね、当然。もうすでにちょっと闇深そうですね。ちょっと線が途中からの録画になっちゃったんだけど、もう闇に落ちる予感しかしない顔してますけど。もう大好きな顔になりましたよ。ですね。で今回ラフが気に入ったので、そのまま削って下書きというものをしてないんですよ。これなんだ何言ってるか分かんないと思うんだけど、ラフ画のラフ画っていうことですね。何がで分かんないよ。漢字じゃないから分かんない。ちょっとなんか服が、いやそう服着てておべべ着てない着てるんだけど、服という概念がないよ。天使誰か島村で買ってきたらなんでだよ。いいじゃん別に島村じゃなくてローリーズファームぐらい行ってあげてよ。塗られていく、塗られていく。厚塗りブラシでゴリゴリと塗っていく感じですね。急にパッと色が変わる。ちょっとこれの後ろの色を夜空っぽくしたかったんだけど、急遽やめました最後。いろいろアレンジしてますね。なんか試行錯誤してる。そうですね。で最後ベタを手前とか本当に暗いとこに落として黒の線を最後改めて入れて画面を引き締める。角っことかに入れて真ん中が明るいから目線がそっちに行くっていう、なんかそれっぽいこと言ってみたさやさんですね。なんだよ。台無しじゃねえか。完成。可愛い足。このねちょっと天使の私もそれすごく覚えてる。可愛いわね。いいですね。なんかどっちもゲンさんのになっちゃったけど、ありがとうございます。いやそうなんですよ。ちょっと後でちょっとあれですよ、お小遣い振り込んどいてくださいね。嘘。作詞すぎんだよ。勝手に書いてみて。可愛い。今回可愛く描けたですね。目玉ちょっとキモくなったけど。ねちょ磁石ねちょ。ということでです。皆さんも絵文字をねぜひ組み合わせてみてほしいんですけど。いやあれはいいお題ですよ。もう無理くり書かされるからね。もう友達とかと家族とかにね送りまくってください。40個ぐらい。